植物油原料で世界で最も多く生産消費されているパーム油。他の植物油より生産性が高く、安価で多用途が大きな特徴です。日本では菜種油に次いで使われ、スーパーマーケットにある食品の半数近くに利用されていると言われています。もはやパーム油製品のない暮らしは想像できないくらい。パーム油の世界の生産量のおよそ 85% がマレーシアとインドネシアに集中しています。その2カ国の熱帯林が今減少しています。パーム油の世界的な需要に応えるため、大規模な農園開発を続けていることが一因です。環境問題の結果として、現在パームの生産地マレーシアやインドネシアの森では、オランウータンやアジアゾウ、スマトラトラなどの希少な野生生物が絶滅寸前の危機に直面しています。生き物が相互に関係し合いながら生きていく生物多様性が急速に失われつつあるのです。現在のパーム油産業は多くの中小規模の生産者が支えています。日々の生活が重要な彼らには、栽培技術の知識や環境への配慮が不足し、深刻な社会課題が生じています。毎日の暮らしに欠かせないパーム油ですが、森林の伐採や化学薬品の管理、廃棄物処理場の問題、土壌の劣化、川や池の汚染など、さまざまな課題が顕在しています。課題の解決に富士製油グループでは、RSPO の認証取得といった間接的な支援だけでなく、小規模農園の教育支援が重要であり、その支援が結果的にパーム油の持続可能な調達につながると考えています。小規模農園の教育支援を行いたいという私たちに、ビジネスパートナーのパーム農園一次加工会社とマレーシアの NGO ワイルドアジアが計画したプログラムを提案。業界を超えたパートナーシップによる戦略的な CSR プロジェクトがスタートしました。2015年3月、私たちはボルネオ島サバ州で一堂に会し、支援の枠組みを検討。私たちワイルドアジアは社会課題の解決に取り組むマレーシアの NGO です。2012年からこのボルネオ島のサバ州で小規模農園の支援を続け、これまでに確かな手応えを得てきました。小規模生産者たちのコミュニティを支援するためには、まず私たち企業としての社会的責任について存分に話し合わなければなりません。小規模農園を支援するワグスという特別なプロジェクトにより、彼らの生産性は間違いなく改善していくはずです。そして私たちは農園の視察を通じ、生産者の声を聞き、彼らが置かれた現状を理解することで、プロジェクトが果たすべき役割やゴールまでのプロセスを検証しました。小規模農家を実際に見て、現地の方の住民コミュニティを助けたいっていうのが1点で、もう1点はそういうコミュニティの方を助けることで、環境にも配慮するような取り組みになるということを実感しましたので、そういうことを富士製油も直接的に関与していければなというふうに思っています。今回の小規模農園支援のためのプロジェクトはワグスと呼ばれ、
環境や社会問題に取り組む NGO ワイルドアジアによる実践的プログラムです。WAGS の目的は単にパーム油産業の推進をするだけのものではありません。WAGS は中小規模農家の労働環境の改善などにも取り組み、パーム油のトレーサビリティを確立していきます。WAGS は生物多様性への配慮を促し、単位面積あたりの収穫量を上げるための栽培方法や雑草駆除の指導、化学薬品の管理や廃棄物の処理方法、そして労働環境の改善提案などさまざまな教育支援を実施します。WAGS では除草剤の使い方など化学薬品の管理方法のトレーニングやコスト削減のための手段、そして農園の管理方法なども提案します。これまでも小規模農園の支援は続けていましたが、とりわけ規模の小さな農園の支援は困難でした。そこで2年前よりワイルドアジアとこのプロジェクトをスタートさせるべく話し合いを続けてきたのです。WAGS は小規模農園へ最善な支援が行えるよう考えられたプロジェクトです。さらにWAGSでは生産したパーム油を農園や搾油工場、製油所から最終製品製造業者まで複雑なサプライチェーンの全工程で追跡可能にすることでトレーサビリティの確立へと導きます。農園、ミル、生成や製造工場、そしてバイヤーまでサプライチェーン全体にとって有益で誰もが参加可能なプロジェクト、それがWAGSです。何よりどうすれば土地の生産性が上がるのか、そして生産性を維持するにはどうすればいいのかをこのプロジェクトで学びたいんです。WAGS プログラムのアドバイスやサポートを受けながら、理想は今の倍、2トン近くにまで持っていきたいと考えています。WAGS は大きな可能性を秘めています。認証取得という成功事例により、参加する農園数も今以上に増えていくでしょう。とにかく1ヘクタールあたりの生産性を上げることだ。今はそれを置いて他にないよ。最優先の課題だからね。やはりワイルドアジアに認証を支援してもらうことですね。認証が実現すれば労働力の改善にもつながるでしょうし、ここのパームの品質評価だって上がるに違いありません。そうすれば今より公正な価格で取引が可能になるはずです。ワイルドアジアとWAGSプロジェクトに寄せる期待は大きいですよ、本当に。熱帯雨林に住む人が農地を開こうと森を伐採すれば現地の産業が発展します。一方、貴重な生態系を失った森は地球の温暖化というリスクを社会に突きつけてきます。それはパームの存続をも脅かしかねません。パーム産業が抱える社会課題の解決は容易ではありません。環境や人権に配慮した行動が求められる時代、小規模農園に限らずパーム油産業に関わるすべてのステークホルダーが考え行動する時が来ています。私たち富士製油グループはあらゆるステークホルダーと共に生きていくためにやるべきことを一つ一つ続けていきたいと考えています。やはり現地の課題というものを目の当たりにして、これから我々は農園会社とそして NGO とそして富士製油、そして我々のお客様とともにスモールホルダー支援を、やっていきたいというふうに考えております。To the Next Frontier。 富士製油はパーム油のサステナブル調達をお客様と共に取り組んでいきたいと考えています。